いいですか？はい。はい。じゃあ、スタート。スタート。ファニービーチ。ファファニーニービーチ。ビーチ。ファニービーチ。場所と時間。浜辺の昼間。言っちゃった。浜辺の昼間。場所、モテない人間浜辺。時間、昼。浜辺と昼間。キャラクター、私。非常に真面目。地球のサンプルを集めている。登場人物。腰の曲がった白髪の私。キャラクター、記憶喪失の女。自分の過去を思い出したくて必死、一生懸命である。私は腰に瓶を大量にぶら下げて浜辺に来る。老人が浜辺で家を建てている。私はそれを手伝っている。私が木材を運んでいるのを見た。その老人は言った。私は大きなスコップを持ち、メモを片手に浜辺へ来る。メモを頼りに歩いていく。岩場の陰でおばあさんと青年が楽しそうに砂山を作っている。二人を通り越してメモに描かれた地形の場所に来る。左手に崖、左手遠方に島、間違いない。私、メモをポケットに入れる。よし。日差しが照りつけている浜辺にて、私は丸太を組み合わせて自分の住む家を作っている。丸太を組み合わせてロープで縛っている。素敵なお家、私のお家、海が見えるいいお家。小さめの地球人と大きめの地球人が何か作業をしている。その近くで中くらいの地球人が穴を掘っている。私は3人の周りをうろうろする。私はスコップを砂に突き立て穴を掘り始める。私は小さめの地球人の近くに落ちている貝殻を拾う。崖の上から男がそろそろと降りてくる。背中にはウーバーイーツのリュックを背負っている。あなたが隣でうなだれている。私は声をかける。どうしたんだい？え？そうか、これを見てごらん。いえ、これぐらいは。うちだよ。私の素敵なお家だ。もうちょっと手伝ってもいいですか？そうだが何か？体を動かすのが好きだから。私は新しい丸太を運んでこようとして体のバランスを崩す。あなたは叫び声が上がり、同時にガチャガチャと音がする。これいただいてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。浜辺に両手をついて私は倒れる。大丈夫ですか？あなたはとっさに私の体を支えてくれる。ありがとう。私は貝殻を瓶に詰める。今度は大きめの地球人の近くにより、大きめの地球人の足元に落ちている木くずを拾って話しかける。これをね。男、慌ててリュックを開き、中身を確認する。私は穴掘りを再開する。男は無事だったようで安堵の息をつく。中から瓶を一つ取り出し、辺りを見回す。私は穴の底に赤い箱を見つけ手で掘り出す。嘘、本当にあった。これいただいてもよろしいでしょうか？サンプルに集めておりまして、私こう見えて宇宙人でして、この星のことを研究しているんですよ。私は穴の縁に腰をかける。テープで剥がしているのを慎重に剥がし傍らに置くと、男が寄ってくる。男、テープを拾って瓶に入れる。何？泳ぐのは好きじゃないんです。そこに運んでおくれ。海に来たら日焼けできると思って。だからこれはそこで、あっちにも丸太を。ありがとうございます。だからあっちだよ。木くずを瓶に詰める。今度は中くらいこれは私なんですけど、多分。
は中くらいの地球人のそばに来て、中くらいの地球人が掘り出した砂を瓶に詰める。返して。私と老人は砂浜を見た。何なのあなた。すると砂浜でそこかしこに穴を掘っている人がいる。私たちには何をしているかわからないが、その人は必死だった。老人が私のためにその人に声をかけた。中くらいの地球人が、なんていうんだ、方形、箱、方形状の、方形状の金属を掘り当てる。私が振り向き丸太の置いてある場所を指さすと、そこで誰かがタイムカプセルを掘り起こしている様子が見える。その傍らには別の誰かがいて、たくさんの瓶を持って砂などを収集している。誰かは自分で掘った穴の中からタイムカプセルを発見し取り出す。別の誰かはそのタイムカプセルを発見すると奪おうとする。は？これは随分と貴重そうなものですね。え？私にも少し分けてくれませんか？暑いからね。暑いとそのね、虫湧く感じになるよね、脳も。ファニービーチ、市役所の人、浜辺、昼。私は浜辺の見回りに来ました。喉が渇き、暑いです。なるほど。やめてください。大丈夫だから。いや、いいの気にしないで。やめてって。してないよ、してないですよ。いいよ、分かった。分かりました。あなた宇宙人、私地球人。That's all? OK? 抵抗する人となおも奪おうとする人、二人は喧嘩を始める。ちょっとなんだい一体。少しでいいんです。素材が分析できるくらいのちょびっとで。私はまあ探し物。これはこの星の存亡にも関わることなので、ぜひご協力いただきたい。もう一人不審な人が私たちの近くにやってきた。なんていうか記憶忘れちゃって、全部先月くらいかな。朝起きたら知らない部屋にいて、知らない男が隣で寝てて、びっくりして叩き起こして、あんた誰って聞いたら、私の旦那だって言うのよ。泡食っちゃってパニック起こして。で、今自分のことを片っ端から調べてるわけ。日記を読んだり、手帳を読んだり、昨日、卒業アルバムの文集にタイムカプセルのことあったから探しに来てみた。あった。それもしかしてさらわれたんじゃないですかね。私の弟の友達の地元の星雲の先輩はそういうことをしてる人を知ってるって言ってました。時間を超えて届く過去の自分からのメッセージってとこかな。知らないよ。私の邪魔をしないでおくれ。ここには私の素敵なお家が建つんだよ。私は家を建ててる人に注意しに行く。こんにちは。暑い中大変ですね。誰かが答える。別のあなたが現れる。浜辺の様子を見て怒り出す。は？悪いのはこの人たちだよ。私は早くお家を作りたいんだよ。そうですね。いろいろ苦情がありまして。男が私の手から赤い箱を奪う。ちょっと何？いえ、私じゃなくて、私の弟の友達の地元の星雲の先輩がそういうことしてる人を知ってると。返してよ、私のなんだから、多分。大きめの地球人と同型の地球人が現れる。他の地球人を順番に注意して回る。私のところにも来る。2人答える。はい、その気持ちはよくわかります。立派な家を建てたい気持ちはいろんな理由が終わりだと。はい。誰かが答える。はい、でも私は宇宙人です。帰るって星に？どうやって帰るのよ。んなバカな。返してよ。何でもいいから。あんたの土地狂った遊びに付き合ってる暇ないんだってば。私は思い出さなきゃいけないの。じゃないと聞いたこともない名前で呼ばれながら、知らない男と知らない子供の面倒を理由も分からず見続けることになる。取り戻したいの、自分を。その時、海の中から突然大きな地鳴りのような音が鳴り響く。知らないよ、そんなの。やめて。
うるさい、返せ。私は男につかみかかる。男、女を、私を組み伏せる。ちょっと誰か、市役所の人が飛んでくる。はい、でも、私の記海の、憶を横取りしようとする。こいつが私の記憶を横取りしようとする。はい、でも住民票海の家なら方法はあると思いますけど、個人の家は2人答える。私は穴の方にも注意する。あ、こんにちは。暑い中、大変ですね。立派な穴で小さな穴はいいですけど、大きな穴は。何、あんたまで来る？穴掘って何がいけないっての？誰かが答える。でも苦情が、お気持ちは大変わかるんですけど、人それぞれ理由がありますから。でも人が穴に落ちたら、それもそれで大変なので。その不審な人は穴を掘っている人にじゃあその辺のウミガメとかはどうなのよ。公共の場で卵を産んでるじゃない。はい、住民票はまだ移しておりません。あんたは黙ってて。海から音が聞こえる。うるさい。スーツを着て礼儀正しそうな人が口論を聞いてやってきた。2人の口論を仲裁し始めた。海から大きな音が聞こえた。邪魔しないで。私は自分を取り戻さないといけないの。海の私にも聞こえますよ。なんか音がしませんか？海の方角からずーんと深く響くような音が聞こえてくる。3人のみならず離れた場所にいるおばあさんと青年も含め、皆一斉に頭を押さえる。あなたたちは一斉に海を見る。たたたたたた。何なのこれ。あれは反重力エンジン音ですね。すると海から急に大きな黒い宇宙船が現れる。離れたところにいる青年が叫ぶ。青年が示す方向を見ると、水平線の彼方が大きく盛り上がり、どんどん大きくなっていく。誰かが答える。わかります、その気持ち。宇宙は壮大でロマンに溢れてますからね。暑くないですか？今日の地球は暑いですよ。誰かが答える。誰かが話す。誰かが話す。ダメですよ、地球人と宇宙人が喧嘩したら仲良くしないと。喧嘩の理由は何ですか？誰かが答える。タイムカプセル、宇宙人さん、タイムカプセルは地球人にとっては貴重なものなんです。人の思い出を宇宙人が取るのはあまりよろしくないと思います。誰かが答える。暑い、暑い、できるなら月に行きたいです。皆さんもそう思いませんか？誰も答えない。さて、私はもう行きます。皆さん、苦情が起きないようにお願いいたしますね。おばあちゃんも無理しないで休んでください。君も若いからって無理しちゃダメです。あなたも小さな穴でお願いします。あなたはサンプル頑張ってください。誰かが答える。本当にこの暑い中無理してはダメです。私は海から大きな音が聞こえる気がする。宇宙船が海から上がってくる。嘘？何？私は逃げようと身構えるが、その場にいる他の誰も逃げようとしない。男は感極まって叫んでいる。あれは何だい？私は腰を抜かす。あなたたちは叫び声を上げる。いえ、私のではないです。あんなクラシックな円盤型、ヴィンテージで羨ましいです。あれ、暑さのせいからなんか音がしません？誰かが答える。しますよね。穴からですか？誰かが答える。海から誰かが答える。聞こえませんか？警報とか注意報とか、ちょっと今から確認しますね。私は携帯を取り出し市役所に電話をしようとするが、暑さでうまくできない。あれどうしたんですか？答える。頭が痛い。水飲まないと熱中症です。みんなが答える。皆さん大丈夫ですか？だから無理しないでゆっくり休んで、こんな日に穴を掘るからダメなんです。海から何かが現れる。私は眩しい光を見て目をつぶる。光が収まったら見たこともない乗り物が目の前にある。男は波打ち際に向かって駆け出し、大きく手を振っている。何？帰るって、じゃああれは向かってくる者の姿が見えてくる。黒光りしたメカニックな船。誰かが話す。マジ宇宙船？これは本物ですか？いや、特に私で一括りにされてもそんなに気にしません。本当マジであいつ宇宙人なの？ほら、そこでおばあさんの血声が聞こえてくる。宇宙船から誰かが出てくる。あれ、暑さは感じない。音も聞こえない。私の携帯にメッセージが入る。私はそれを確認する。青年がおばあさんを必死になだめている。戦争は終わりましたよ。君逃げて。我々は宇宙人が君を迎えに来た。誰かがリアクションする。誰かはさらに波打ち際によると、男は興奮して叫び出した。
海から宇宙船が出てくる。それぞれがリアクションを取る。誰かはあなたに手を差し伸べる。あなたと誰かは宇宙船の中へ入っていく。君ってあなたですか？本当に宇宙人だったんですね。初めて見たわ、宇宙船。見えませんか、卵に。うわ、誰か出てきた。役人は困り果てた顔で立ち尽くしている。宇宙船がスーツを着て礼儀正しそうな連れていく。みんな交流会しませんか？おもてなしですよ。こんな時こそおもてなし。携帯にメッセージが入る。私はそれを読む。携帯のメッセージを読む。おもてなしをするのは我々だ。さあ、中へどうぞ。私は中へ行こうとする。それぞれがリアクシ取り締まれョンを取る。ないですね。さすがにあれは。え宇宙船から再びズーンという音。宇宙船は私だけ？皆さんは？タタタタタタタ。宇宙船は空に舞い上がり、遥か彼方へと消えていく。浜辺にいる人々のうち役人を除いた4人は頭を抱える。役人だけが堂々と立っており、宇宙船に宇宙語で話しかける。男は自分こそが連れて行かれるべき存在だと主張する。誰かが何ち答える。ょっと。マジで意私が味不明なんだけど携帯にメッセージが入る。私はそれを読む。君だけでいい。宇宙に遊びに行こう。宇宙は暑くないし、苦情処理もない。君にとっては天国だ。誰かが止めようとする。いや、守ろうとしたっていうか、後から来た大きめの地球人が宇宙船に乗り、宇宙船はどこかへ飛び立つ。宇宙船から光が放たれ役人に当たる。役人の姿が消える。宇宙船のスピーカーより役人の声が聞こえてくる。私も出世したが、ああいうのに乗ってみたいものです。宇宙人さん、いえ、地球人の宇宙人さん、サンプルをください。私は彼らに渡します。そして皆さん、地球の皆さん、どうぞ浜辺に家を建ててください。大きな穴を掘って思い出を取り戻してください。私は今から地球人を辞めます。忘れろって。これ以上忘れたら私何が何だか。再びズーンという音。皆一斉に頭を抱える。あなたたちはそれを呆然と見つめ、空に手を合わせて祈っている。ああ、最初にいた大きめの地球人と小さめの地球人は作業を再開する。宇宙船消える。おばあさんへなへなと座り込む。青年も腰を抜かしている。静かな浜辺が戻ってきたよ。さあ、あんたたちも帰った帰った。男ゆっくりと振り向きリュックの元に戻ってくる。はい、頑張ってはいるのですが、もう少し稼げるようにならないと。海？なんでこんなとこに？男はウーバーイーツの配達の途中だったという。私転がっていた赤い箱を見つけ拾い上げる。中くらいの地球人は金属の箱、これ箱？方形？箱舟？箱舟？違う。方形で。方形であってる。方形を持って、立ち去ろうとする。なんだこれ箱。あなたの？やっぱりそれ分けてもらえないでしょうか。そうねえ、今何時？もうそんな帰らなくちゃ。今日ね、結婚記念日なの。サプライズケーキにケーキを買おうと思ってたのに忘れてた。ありがとう、それじゃ。あなたたちは浜辺から去っていく。私は一人で海を見つめる。私は宇宙船に乗る。私は宇宙船からみんなを眺めている。私でいいんですか？女さっそうと帰っていく。おしまいですか？終わり。終わりました。はい。おおー。これも大変だね。ありがとう。長かった。ごめんね。いやいやいや、